100人分のおにぎりが作れるっていうことですね。皆さんこんにちは、ランタイムです。現在石川県の方で大きな地震が起こって様々な復興支援が必要な状況になってるんですけども、停電されてる地域も多いんで、各ポータブル電源のメーカーさんが各自治体の方にね提供させていただきますっていう声明を出されてるんですよね。でポータブル電源のメーカーさんっていうのはもうほぼほぼ中国とか、台湾とかそちらの方の海外のメーカーさんで、海外からの支援に本当にね僕は嬉しくてありがたいなという風に感じているんですけども、今回ねできたばかりのポータブル電源のメーカーさんの吉野パワージャパンさんの方も電源の提供をされていて、でその電源をね僕はお預かりさせていただいてるのにまだ動画が出されていなかったんで、今回はですね吉野パワージャパンさんっていうメーカーさんの電池はどういったものなのか、あと災害時にどんな感じで使えるのかっていうのを手短ではありますけどもできる限り分かりやすくお伝えさせてもらいたいなというふうに思います。はい、ということでこちらが吉野パワージャパンさんが現在発売されて、提供されている大容量ポータブル電源 B3300SST っていう電源で、容量は 2611Wh で AC 出力は定格 3300W の瞬間最大 6600W で、準制限波で周波数の 50Hz、60Hz の切り替えは自動で行われるとのことで、サイズは 54.3cm×26cm×24cm と小型で重量は 25kg なんですけども、実はですねこちらは世界で初めて固体電池を採用したポータブル電源で、固体電池の特徴としてはものすごく安全なんですけども、電池のセルがもう全く違って、簡単に言うと小型で軽量で安全になったっていう電池で、今までポータブル電源の電池セルは三元系っていう電池が最初に出て、お次にリン酸鉄系の電池が出て、現在はそちらが主流なんですけども、実はですね三元系もリチウム系も電池のセルの中に液体が使われている液体電池って呼ばれてるんですよね。で液体電池っていうのは中に水が入ってるから、充電がおかしかったり使用がおかしかったりした場合に電池のセルの水が膨らんでぷくっとなると。だから昔のポータブル電源やモバイルバッテリーなんかはこう膨れたりしてたんですよね。でその安全性を上げたのがリン酸鉄系なんですけども、こちらはね液体電池なんでやっぱり発熱発火の危険性がまだあるんですよね。でその次に半固体電池という電池も出たんですけども、そちらはかなり安全性上がったんですけども、さらにもう全く発熱の危険性もない電池として固体電池が作られて、世界で初めて実用化したのが吉野パワージャパンさんの電源で、僕はそもそも全固体電池じゃないのと、トヨタも実現してないものをなんでこのメーカーさんが実用化できているのっていうふうに思ったんですけども、どうやら固体電池っていうのはいくつかの種類があって、トヨタが推し進めてる方式というものを一般的に今全固体電池というふうに呼んでるらしいんですよね。でもその方法ではない方法でも全固体化は可能で、その違う方法で生成された電池なんで全固体電池とは名乗らずに固体電池として、今製造販売をされてるとのことで、僕もねこちらはメーカーさんにしっかり聞いてお話を伺って、あ、そういうことなんだっていう風にね分かったんで、すごくねびっくりした製品ではあります。はい。で、固体電池の特徴としてはさっきもちょっと言いましたけども、液体を使ってないんで発熱発火、膨張の恐れがない。で液体電池って寒さにすごく弱くって、寒い中で出力をしたら電池のセルが傷む場合があるんですよね。で僕もね実際に冬の北海道なんかでいろんなメーカーさんの電源使ったんですけども、実際にね寒くなったら電池の減りが極端に速くなったり、 AC 出力が怪しくなったり、夜電源を切った状態で寝て朝目が覚めて電源入れようと思ったら入らなかったり、さらに充電なんかはね0度以上じゃないとできないんで、充電にもめちゃくちゃ困ったんですよね。なんですけども実はね半固体並びに全固体電池はその使用可能温度っていうのが極端に幅広くなってて、半固体電池ではマイナス10度から気温45度ぐらいまでが使用範囲ですよっていう風に言われてるんですけども、こちらのね固体電池の場合だとマイナス18度から60度まで保管および利用可能なんで、真冬の北海道に持って行ってもきちんと動く電源で、しかも充電に関してはメーカーさんが自分で実験した場合にはマイナス20度でも問題なく充電できたというふうに言われてるんで、耐熱耐寒に優れた高出力な電源というふうになってます。で
あと寸法は54センチ ×26 センチ ×24 センチで、重量は25キロとのことなんですけども、実はですね、リン酸鉄の同容量のポータブル電源よりも2、3割はね、軽くなってる電源っていう風になってます。はい。で、簡単にね、この電源のことをちょっと説明しておきますと、こちらがフロントパネルで、ここがメイン電源ですね。Wi-Fi のマークがある通り、スマホでね、操作も可能で、充電ワット数とかをね、スマホのアプリから変更することが可能で、ここがメインの液晶パネルですね。で、液晶パネルはね、実はこちらの右側が電池残量で、こちらがあと何時間動くかっていうものになってて、現在は 100% で満充電の状態です。で、ここが、ライトでオンオフ切り替え可能。こちらが USB なんですけども、ポートは少なめで、タイプ A のものが2ポート、タイプ C の 20W が1つ、タイプ C の 100W が1つで、こちらが DC 出力なんですけども、こちらはシガーソケットではなくて5521の出力が2ポートですね。で、側面はこんな感じで特に何もないです。で、こちらが背面なんですけども、上のこちらに排熱用のファンがついてるんですけども、こちらは最大45デシベルとのことで、めちゃくちゃ静音で、僕もねしばらくこちら使ったんですけども、このファンがうるさいと感じることは全くなかったです。で、こちらいろんなポートがあるんですけども、まずこちらが充電ポートで、こちらがソーラーパネルもしくはシガーソケット充電で最大 600W で充電可能で、こちらが AC 入力で最大 1500W で充電可能という風になってます。で、ここが AC 出力で、 AC 出力は 100V の制限波で2ポートですね。ちょっとポートは少なめです。で、こちらがよいしょ AC 出力のブレーカーで、ここはね 100V30A の出力も可能になっているとのことです。で、あとこちらなんですけども、まだ発売はされてませんが、こちらに今後発売されるエクストラバッテリーを装着することで、最大 20kWh まで拡張可能とのことなんで、2万 Wh で本体合わせてエクストラバッテリーが7台連結させることができる風になっているとのことで、とりあえずね、家庭用エアコンが4日間動かすことができるようになるみたいです。ちなみに上部には非接触充電があるんで、ここにスマホを置くと、はい、充電開始されます。はい。ということで、スペックのイメージがね、この辺にしようと思うんですけども、じゃあ、この吉野パワージャパンの B3300SST は災害時にどんな感じで使えるのかっていう部分がね、気になると思うんで、早速ね、ちょっともう実験しようと思うんですけども、災害時に電源を使うことって何種類かあるんですけども、とりあえずね、炊き出しなんかを行った際に、どうしてもご飯を炊いたりすると思うんですよね。で、じゃあそのご飯が何人分炊けるのかっていうのが気になるところだと思いますんで、今からね、まずはそちらを実験してみたいと思います。はい。ということで、こちらはね、僕が家で使っている炊飯器ですね。IH 炊飯器で5合炊きのものです。で、災害が起こったらね、ご飯をどんどん炊くようになると思いますんで、今回はね、この炊飯器で5合炊いてみて、1回の炊飯で何%消費するのかから何合というか何升ご飯が炊けるのかっていう計算をね、してみたいと思います。はい。よし。ということで、ちょっと5合炊いてみましょう。無洗米です、これは。で、災害時にはね、やっぱし無洗米の方が僕はいいんじゃないかと思ってて、というのが、お米を研ぐお水もないと思うんで、やっぱり災害時にはね、こういったお米の方が使いやすいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、あとお水ですね。よし。で、ちなみにこの炊飯器は最大消費電力が 1100W のものなんですけども、 B3300SST は定格消費電力が 3000W もあるんで、この炊飯器だったら3台同時に使用しても大丈夫な電源っていう風になってます。ということでセットして、よいしょ。で AC をオン。はい。でモードは無洗米にして普通モードで炊きましょう。はい。でこれでセット完了ですね。現在の電池残量は 100% です。よし、じゃあ炊きましょう。せーの。はい。53分後に炊き上がりですね。 OK で、炊いている間に今度はね、ちょっとポータブル電源の使用目的に対してのちょっとお話なんですけども、もちろんね、ガスとか給湯器があるんであれば、料理に関してはガスの方が火力が圧倒的に高いし、熱効率もいいんで、ガスの方がいいと考えてるんですよね。ですんで、ポータブル電源には電源にしかできないことをやってもらうのがよくって、電気をつける、
スマートフォンを充電する、テレビをつけるっていうことをね、する目的で使用するのがいいんですけども、どれぐらいじゃあ使用できるのっていうのが気になると思うんですよね。で、例えばですけども、この斜めの径の方にはこんな感じで LED 照明がたくさんついてるんで、これらを使用することで車内を明るく照らすことができるんですけども、このライトは1つね 3W から 5W ぐらいしかないんで、僕の場合は3本合わせても 15W ぐらいしか消費してないんで、この 2600Wh の電源を使うんであれば約200時間連続でこの電気をつけ続けることが可能で、じゃあこういったスマホを充電するのにはどれぐらい回数いけるのっていう風に気になるかもしれませんけども、充電回数はメーカーさんがね、実はちょっとホームページの方で、公開されてたんですけども、これを見てみると、スマホ 12W っていう風に書いてあるんですけども、これはね、簡単に言うと3500から4000ミリアンペアの充電のことを意味しているという風に思うんですけども、この利用回数で言うと186回という風になっているんで、 iPhone が186台満充電できる電源ということになってます。すごいですよね。で、メーカーさんは、この電源を使っていろんな計算をしてはいるんですけども、実はね、ここに書いてある数字はいい意味で嘘が書いてあって、というのが、例えば車載冷蔵庫 35W のものが 2.5 日動きますっていう風に書いてあるんですけども、車載冷蔵庫マイナス2度とかの設定であれば今の時期電力消費量ほとんど食わないんで、僕は旅から帰って3日間ほどこの電源に冷蔵庫をつないで置いてたんですけども、3日間の消費電力は 9% でした。だから電池残量 91% でした。ですんでね、ほとんど消費しないです。で、あと電気毛布 55W で2日間動くっていう風になってるんですけども、電気毛布もね、オンとオフを繰り返すものでだいたい1時間あたり 20W ぐらいしか消費してないんで、一晩使っても約 200W ぐらいなんで、電気毛布自体は10日間夜を快適に過ごすことができるんじゃないかという風に僕は思います。で、こちらにプロジェクターという風に書いてあるんですけども、被災地にはプロジェクターなんかよりもテレビの方があると思うんですけども、このテレビは22インチのものなんですけども、消費電力は 46W となってるんですよね。ですんで、このサイズのテレビであれば約58時間連続で見続けることができるっていう風になってるんで、1日12時間近くつけたとしても5日間は被災地でテレビを見続けることができる電源っていう風になってます。はい。ちなみにね、もっと大きいテレビになれば消費電力も大きくって40インチのもので 100W とかになってくると思うんですけども、それでもね26時間ですんで、日中2日間はテレビを見ることができるっていう風にねなっています。はい。よし、じゃあね、ちょっと順調に今炊きてるんで、炊き上がるまでしばらくね待ちたいと思います。 OK。 はい。ということでね、無事5合のご飯が炊き上がりました。で、そうしましたら電池残量は 90% ですね。で、今保温に入ってるんで、46W ぐらい消費してるみたいです。で、炊き上がりはと言いますと、おー、すごい。なんかね、真ん中くぼんでますけども、しっかりね美味しそうに炊けました。おー、ですんで5合炊いて 10% の消費なんで、この電源では50合、要するに5升のご飯を炊くことができますね。はい。で、ちなみにご飯は1合でお茶碗2杯分っていう風になってるんで、お茶碗1杯分でおにぎりができるんで、5升だとおにぎり100個分、要するに100人分のおにぎりが作れる。もしくはカレーだったら1人1合ぐらいご飯食べるんで、50人前のカレーライス用のご飯が炊けるっていうことですね。はい。すごいです。想像以上に炊けることが分かったんで、ちょっと驚きです。で、ちなみに今回5合の炊飯器使ったんですけども、1升の炊飯器を使った場合でも多分ね、電池残量 85% とかで 15% の消費しかしてないと思うんですよね。だから 350Wh ぐらいの消費しかしてないと思うんで、大きい炊飯器で炊いたらね、7升とか8升ぐらいはご飯炊けるんじゃないかと思います。はい。で、こちらにちょっともう一遍保温は切っておいて、またね、次の実験に移ろうと思うんですけども、順番が前後して申し訳ないんですけども、お次は災害時にはやっぱし温かい飲み物が飲みたくなると思うんですよね。で、飲み物といえばお湯を沸かしてコーヒーなり赤ちゃんのミルクなりを作られると思うんですけども、それがね、どれぐらいのお湯が沸かせるのかっていうのをね、ちょっと実験してみたいと思います。で、実験に使うのはこちらの電気ポットを使います。こちらはですね、ティファールみたいなもので、ホームセンターで1000円ぐらいで買ってきた電気ケトルです。で、ちなみに消費電力は 900W のもので1リットルのお湯が沸かせるんですけども、こちらでね、お湯を沸かす際にどれぐらいの消費があるのかっていうのをね、ちょっと実験してみたいと思います。
はい、ということで、1リットルのお水を汲んできました。で、これを沸かそうと思うんですけども、1回じゃちょっとよくわからないと思いますんで、5回、5リットルのお水を連続で沸かしてみて、その時の電池残量が何%かで、何リットルのお湯が沸かせるのかっていう実験にしたいと思います。ちなみに、今日はね、12月なのにから気温がね、15度もあるんで、実験には有利な状況ではあるんですけども、お水が冷やせれないんでね、もう、この点はね、ご了承ください。はい。よし、ということで、いきましょう。せーの。で、タイマーも開始。そうしたら、約900ワットで動いてますね。問題なく動いてます。で、この状態でもね、後ろのファンはもう微風では動いてるんですけども、音はほとんどしなくて、もうめちゃくちゃ静かです。はい。沸いてきました。お、できました。はい、今沸きました。はい、時間はね、7分30秒ぐらいで、電池残量は 85% なんで、5% だから130ワットアワーで1リットルのお湯が沸きました。はい。で、1回で 5% だったんで、あとね、4回連続でちょっとやってみたいと思います。はい、水交換してきました。じゃあね、いきます。せーの、オン。はい、2回目沸きました。同じぐらいの時間ですね。で、電池残量は 80% です。で、お湯を沸かしたらやっぱりちょっと使っておきたいんで、僕はね、いつも飲んでる UCC を飲もうと思うんですけども、UCC は、約 160cc から 180cc ぐらいのお湯なんで、お湯を入れて混ぜるだけの味噌汁も、あちらも 160cc とか 180cc なんで、この1杯のお湯で5人分はね、温かい飲み物がいただけるっていう過去ですね。はい。よし。でね、続けましょう。あと3遍続けます。はい。3遍目。スタート。はい。3回目沸きました。77%。4回目いきます。はい。4回目沸きました。電池残量は 73% ですね。よし。5回目いきます。せーの。これで最後です。はい。すいません。ちょっとね、用事をしてたら、もうお湯がね、沸いちゃってました。申し訳ない。で、こっちはね、もうお湯熱沸いて熱々なんですけども、5リットルお湯を沸かす時の電池残量が 68% なので 22% の電池消費量で5リットル分のお湯を沸かすことができました。だから1回あたりが 4.4% の電力消費量でお湯を沸かしたんで、約ね 22.7 リットルのお湯を沸かすことができるっていうことになるんですけども、さっきも言ったようにコーヒーやお味噌汁は1回あたり170cc ぐらいのお湯を使うんで、133人にコーヒーもしくはお味噌汁を提供できるっていうことですね。はい。これはね、すごいですね。ただその沸かすのにはやっぱりどうしても時間かかっちゃうんで、これはね、もうケトルを3つぐらいに増やして、3台同時でね、どんどん沸かしていけば、早くお湯がね、沸くんじゃないかと思います。はい。よし。ということでね、お湯が沸いてご飯が炊けたということなんですけども、災害時にはカレーと提供されると思うんですよね。で、最近のレトルトカレーはレンジでチンするものが出てきてるんで、ちょっとね、用意しますね。はい。カレーを持ってきました。で、これらは電子レンジでもうそのままチンができるレトルトのカレーで、温め時間は様々なんですけども、平均したらね、600ワットで1分ぐらいで温まるんですよね。ですね、これらの平均値の1分間で電子レンジを回してみようというふうに思います。よし、ということで、電子レンジを接続しました。こちらはね、定額消費電力が 50Hz なら 800W、60Hz なら 1050W の電子レンジですね。で、カレーを温めようと思うんですけども、1つをね、チンしたぐらいじゃ電池の消費量がよくわからないんで、10パック電子レンジで温めたことを想定して、10分間連続でね、回してみたいと思います。で、電子レンジはね、空で回したら非常にレンジに悪いんで、これですね、お水をちょっとね、この状態で入れて、これを温めながら10分間実験したいと思います。はい。ということで、温め600ワットで10分ですね。OK。これでいってみましょう。せーの。はい。問題なく動いてます。さすが。で、60Hz で動いてるみたいですね。1050ワットぐらいで動いてます。はい。で、68% から始めたんで、10分後に何%になってるか見てみたいと思います。はい。5分がね、経過しました。電池残量は 64% ですね。5分間で 4% 今減ってます。で、電源の方もね、ファンが特に大きい音で回るようなこともなくて、すごくね、静かで安定した状態です。素晴らしい。よし。じゃあね、あと4分30秒ほど様子を見たいと思います。OK。10分間温め終わりました。で、中はね、もうこれグラグラな状態です。で、この時の電池残量なんですけども、10分間の使用で
7% 減ってますね。意外と少ないですね。 OK。 思ったよりもね電池の減りが少なくてちょっと驚きです。ですんで、電子レンジで温めた場合には10分間で 7% なんで 100% 割る 7% かけるこの10で約143分連続で動作することができるということなんで、143杯のカレーを温めて提供することができるっていうことですね。すごい。ただですね、1回1分なんで140何分もねかかったら大変なんですけども、この電源は定格出力が 3300W あるんで、この電子レンジだったら3台同時に動かすことができるんで、3倍早く140人以上の方にねご飯を提供することができるっていうことですね。でちなみになんですけども、ご飯を炊かずにご飯もレンチンした場合にはパックご飯のレンチン時間は2分なんですよね。でさらにカレーなんで合わせて3分なんで、ご飯とカレーを両方チンした場合には約47人の方に温かい食事が提供できるっていうことなのですね。はい、これはすごいですね。これはね吉野パワージャパンさんの B3300SST の容量と出力が高いからできる技ですね。すごいです。 OK。ということでね、ご飯もお湯も電子レンジも大人数の方にね提供できるってことが分かったんで、最後にこれらを使ってちょっとね災害時の炊き出しを想定したご飯をねパッと作ってみたいと思います。はい。で作るのはすごい簡単で、こちらのご飯を使った誰でもできる簡単なおにぎりと、あとはねもう本当にただカレー温めて盛り付けだけをねしてみたいと思います。で災害時のおにぎりは相当簡単な握り方がありますんで、それをちょっとねやってみようと思うんですけども、まずはサランラップは適当にね敷きます。でご飯をね、さっきも言ったようにお茶碗1杯で 0.5 合なんでこうやって風に盛るんですけども、ここにですね塩をかけます。おにぎりの塩ですね。はい、適当にかけてこれをこっちに移します。これでね外側にお塩がつきました。今度はここにこうやって真ん中くぼませて適当にね具を入れます。具がない時にはねお味噌を入れてみてください。お味噌はねすごく美味しいです。僕はね好きで家でよくお味噌入れてます。でこうですね、一応今回ね鮭フレークあったのでこれ使います。でこれでもうあとは握るだけです。こうですね、四隅を持って真ん中に合わせるような感じの握り方でこうやってあとは三角形に握ったらはい完成です。あっという間ですね。でいくつかちょっと握りますね。よし、ということでおにぎり握れました。とりあえずね6個握ったんですけども、ご飯にね一切手を触れることなくきちんとね3個のおにぎり作ることができました。でお次はねカレーも作りましょう。こちらも温めます。こうですね、設置して温め1分10秒スタートで、この中にねご飯ついておきましょう。こうやってサランラップを敷いてクロスさせればね、洗い物がゼロでお皿は覆えます。でそうこちらカレーできましたね。 1% で温めました。早いです。膨らんでますね。温まってる証拠です。でこちらにご飯をよそってと、ご飯はねもう1合分ぐらい今よそってます。僕食いしん坊なんで。でこちらにカレーをかけたら完成です。 OK。ということでねポータブル電源だけでカレーもおにぎりもできました。かかった時間はねもう本当にあっという間で、手も汚れずに洗い物もねものすごく少ない状態でおにぎりとカレーをね作ることができました。はい。で美味しそうなご飯がねできたんですけども、いただく前にね最後にも動画の締めだけさせてもらっておきたいと思います。はい。ということで今回は吉野パワージャパンさんが発売されている固体電池の大容量ポータブル電源 B3300SST を使って災害時にどれぐらい使えるのかという実験をしてみたんですけども、いかがだったでしょうか。まずねスマートフォンの充電であれば iPhone であれば186台充電が可能で、炊飯であれば5升を炊き上げることが可能で100個分のおにぎりが作れて、でコーヒーもしくはお味噌汁であれば133杯分沸かして提供することが可能で、あとレトルトカレーの温めであれば約143人分温めることができたんですけども、ご飯とカレーを温めた場合には47、8人分提供することができるっていうことが分かったんで、この電源があったらね例えば15人ぐらいの避難所であれば1日分の料理を全部賄うことができる電源っていうことが分かってもらったと思うんですけども、ポータブル電源の最大の特徴は持ち運べるっていうことで、今作ったものが例えばですけども瓦礫を撤去する場所等に持って行って
現地で料理を作って提供するっていうこともできるようになりますんで、今回様々なメーカーさんが被災地に向けてポータブル電源の提供を呼びかけているんですけども、吉野パワージャパンさんの電源は特に高性能でものすごく安定した電源ではありますんで、各自治体の皆様は電源等で困られた際には吉野パワージャパンさんの方にお声掛けいただくのがいいと思うんですけども、今回被災しなかったけどもバックアップ電源のね、電源の備えとしてポータブル電源の導入を考えられている企業、個人、自治体の皆様はね、吉野パワージャパンさんの電源は、後発ながらものすごく性能がいい電源ではありますんで、皆様よかったらね、少々値は張るものではありますけども、ものすごい実力を秘めた電源ではありますので、ぜひ吉野パワージャパンさんの B3300SST の方をね、検討されてみてください。とりあえず僕はこういった実験をしたことなかったんですけども、ここまで使える電源とは思わなくて本当にびっくりしました。はい、こんな感じですかね。で、ちなみに今現在僕が動画を投稿している最中の伊豆諸島を巡る旅の動画内では全編通してこの電源をメインで使っていたんですけども、充電も出力も何も困ることがなくって、内部にいらない機能がついてないんで、電池もねほとんど減らずに最後までね電気に余裕がある旅を楽しむことができました。はい、ちなみに動画は順次投稿させていただけると思います。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。今からご飯をいただきます。